お久しぶりです。新シリーズも早6回目ということで、早速始めていきましょう。前回は宝物庫を3つ建てました。宝物庫から神殿の裏へつながる道を作ったので、参道にある建物から作っていきたいと思います。台座のような場所、ここに柱廊を作ります。まずは柱からですね。下2段をネザーレンガ、上3段をクォーツの柱、一番上に光源を置いて6本柱を作っていきたいと思います。柱の装飾をしていきましょう。光源の周りに石の階段を置いていきます。木の梁を作っていきます。光源の一つ内側、ここから1マスおきに3本の梁を作ります。天井を作っていきましょう。梁と梁の間に階段とハーフブロックを使って天井を作っていきます。石の梁も作っていきましょう。この木は取ってしまって石でぐるっと囲っていきたいと思います。梁ができたので梁の装飾をしていきます。ペールオークの棚で装飾をします。この2つ目の棚には旗を入れて色をつけていきます。あれ、まとめて入っちゃうんですね。1本ずつ分けて入れていきましょう。旗を作るのに羊毛が相当数必要になるので、節約して旗を1本ずつ入れながら装飾していきます。棚は1つ開けて旗を入れていきます。梁の装飾ができましたね。屋根を作っていきましょう。屋根の作りは他の建物と同じで石レンガで作っていきます。ハフの部分は安山岩で埋めていきます。こんな感じですね。柱廊ができました。柱廊の正面にある広場を作っていきます。まずは柵とゲートで広場を囲っていきたいと思います。ぐるっと柵で囲いました。この隅の部分には屋根がある休憩所を作ります。今で言うとガゼボ、日本風に言うとあずまやを作っていきます。柵を3マス伸ばして柱を作ります。柱と柱の間はゲートでつないでいきます。ゲートを置くのって難しいですよね。こんな感じで柱と梁を作っていきます。屋根を作っていきましょう。焚き火を使って屋根を
焚き火を使って屋根を作ります。足場が細いので気をつけて作っていきましょう。消火をしながら火の元に気をつけて屋根を作っていきたいと思います。焚き火の向きに気をつけながら並べていきます。休憩所ができましたね。床を装飾していきましょう。色がついた敷物が敷かれていたようなので、羊毛とカーペットを使って床を作っていきます。色は灰色と青ですね。柱が立っているエリアは羊毛で、周りはカーペットで少し浮き上がる感じが出るように床を作っていきたいと思います。就労と休憩所ができましたね。ここには門を作っていきます。柵を使って壁を作っていきたいと思います。通り道を挟んだ壁と壁はゲートを使ってつないでいきます。壁の高さは3マスですね。通路と通路に挟まれた場所、ここには骨組みを作ります。ゲートを使って屋根の支えを作っておきたいと思います。屋根を作っていきましょう。通路部分の屋根、ここは焚き火で作ります。間の部分、ここはカーペットで屋根を作ります。布地の屋根のイメージですね。通路の部分は焚き火で屋根を作ります。門を作っていきます。頭皮のトラップドアで扉を作ります。門の正面、ここの水場にも布地の天井を作ります。骨組みから作っていきましょう。糸を使ってカーペットを支える方法もあるのですが、糸の高さが低いと不自然なので、天井を支える梁を作って屋根を作ります。布をかぶせていきましょう。裏側がだいぶ出来上がりましたね。今回のメイン、広場に向かいましょう。広場です。この広場の先、ここには集会場があったようですね。というわけで、集会場を作っていきます。まずは柱から立てていきましょう。入り口中央の柱はネザーレンガとクォーツの柱。こんな感じですね。4隅の柱はクォーツレンガを使って作ります。
この真ん中の仕切りの部分、ここはネザーレンガだけで柱を作ります。さあ、柱ができたので装飾していきましょう。石の階段ですね。石の階段で柱を装飾していきます。柱と柱の間はクォーツレンガでつないでおきたいと思います。柱と柱の間を埋めていきましょう。内壁を作っていきます。柱の部分を開けてネザーレンガの壁を作っていきたいと思います。木の梁を作っていきましょう。1マス開けて梁を作っていきます。壁の上は梁をつなげておきましょう。天井を作ります。ハーフブロックと階段ブロックで天井を作っていきたいと思います。柱と天井ができました。というわけで真ん中の仕切りの柱も置いていきましょう。壁を作っていきます。ネザーレンガの塀を敷き詰めていきたいと思います。広場側の入り口を装飾していきます。入ったここの手前部分ですね。ここには花壇を置いておきましょう。入り口部分の壁は銅の格子で作ります。錆びないようにハニカムをかけておきましょう。梁の装飾をしていきます。今回もペールウォークですね。ペールウォークの棚に青い旗を入れていきます。ちゃんとね、一個ずつ分解して入れていきましょう。屋根を作っていきましょう。屋根の形はこの建物も同じ形で作ります。集会場の屋根の破風はテラコッタを入れて作ります。集会場ができてきましたね。内装を作っていきましょう。入り口から入った奥の部屋ですね。飾りに壺を置いておきます。腰掛けられる椅子も置いておきましょう。正面の 3×3 の隙間にはかがり火を作っていきます。集会場が完成しましたね。広場を作っていきます。まずは水場の縁を作っていきましょう。水場の縁取りができたので水を入れていきたいと思います。水場ができたので装飾をしていきましょう。凝灰岩と深層岩で底の部分を作っていきます。
中央部分には台座を作ります。真ん中を少し高くして銅像を置いておきましょう。像の前には敷物を敷いておきます。広場の完成です。というわけで、パート6広場を作るいかがだったでしょうか。この後、参道まで作る予定ではありますが、動画はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。